ここからはプロの漫画家になりたいという人たちのためにお話をしていこうと思います。今回は登場シーンから読者の心をつかめという話をしていきます。このピンクレモンさんが書いてくれたこの漫画、話の導入部分、扉をめくって1ページ目、厳密には2ページ目になるんですけども、最初のオープニングのシーンなんですね。このシーンは分かりやすくはあるんだけども、読者の心をがっちり掴んでるかって言われるとインパクトは弱いんですよ。で、プロになりたい人、もしくはもうすでに担当編集者がついてるとか、次掲載する漫画を書いてるとかいう人は、オープニング導入部分、ここで読者の心をつかめてないものはボツになると思ってる方がいいと思います。例えばこの漫画、主人公が原稿を書いてるところから登場してますよね。椅子に座ってる。で、普通すぎるんですよ。インパクトが弱すぎる。主役の登場なのに。例えば僕も少年漫画で担当編集者がついててネーム書いてる時、主人公が普通に歩いて出てくる漫画は全部ボツだからねってもう最初に言われました。主人公が登場する時に普通に歩いておはようとかなんか会話しながらやーとかって出てくるのは、それだけでもう読者の心を掴んでないって言ったらいいのかな、つまんない漫画の部類に入れられちゃうんですよ。僕は入れられました。僕もそういうことを考えられなかったんですね。新人の頃っていうのは。僕もこういう風なネームを書いてました。主人公が歩いて登場するとか、座ってるところから登場するとか、誰かと会話してる日常的なところから始まるとか。だけどそういうものは全部ダメだって言われたんですね。なぜかというと、インパクトがない。普通すぎる。それじゃあ読者の心をつかめない。これから始まるこの漫画の主人公、こいつに興味を持ってもらえない。こっからだって20ページ30ページって続くわけじゃないですか、漫画。そこまで読んでもらえないって言われたんですよ。つかみにインパクトがないと。じゃあつかみにインパクトがある登場の仕方って何って言われると、何っていう風に思わせれば OK です。例えばですけども、この主人公ね、って思わせる方法はいっぱいあります。例えばこのシャーペンを急にグッて鼻に突っ込んだらって思いません？例えばだけどね。例えばこの主人公、漫画原稿を書いてるけど逆立ちして書いてたらって思いません？例えばこの主人公、この椅子が急にバーって発射して家の屋根を突き破って大気圏まで飛んでいったらって思いません？なんじゃこいつってなるでしょ。そういうことなんですよ。普通のことやってちゃダメなんですよ。何なのって思わせることをやんなきゃいけないんですよ。だから例えばですけども、女の子が空から降ってくるっていうオープニング結構多くないですか？少年漫画とかアニメとかで主人公が歩いてたらキャーとか言って女の子が空から落ちてくるとか、少女漫画だったら遅刻遅刻とか言いながら主人公が食パンを口にくわえて走ってるみたいなオープニングないですか？曲がり角でドーンってぶつかった相手がすごいイケメン男性でとかって、そういうのよくあるでしょ。要するに何が起こったのって思わせなきゃいけないんですよ。これだったら普通すぎるんですよ。一応バイトに行かなきゃいけないっていうピンチが起きてますけども、そうだな、ピンチっていうところから始めるんだったら僕はこれを1個まめに持ってきますね。僕だったらこっち側では割と綺麗にこれに従って直しましたけど、これをピンチから始めてくれっていう風に僕編集さんからオーダー受けたとしたら、この5コマ目、やべバイト行かなきゃ遅れるっていうとこから僕は始めます。いやだけど漫画原稿、うわ今いいアイディアが出かかってんのにやべどうしようとかいうのから始めますね。漫画も描きたいのにバイトも行かなきゃみたいな、そんな風に僕だったら始めます。これをピンチにするならばだよ。普通じゃダメなんですよ。これ落ち着いた感じで始まっちゃダメなんですよ。何って興味を持ってもらう方法っていくつかあります、やり方としては。例えば今言ったようないきなりピンチの状態、バトルから始まるとかね、喧嘩のシーンからいきなり戦うシーンから始まるとか、主人公が剣を持って傷ついていてはあはあとか言っててもう傷だらけで負けそう、そんなとこから始まるとかね、何が起こってんのこれみたいに思わせるとか、いきなりエロいとかいきなりエッチ、1個目で女の子のパンチラとかバーンとか見せて何って思ったらこれはこうだったみたいな感じで始まるとかね。ディアボーイズなんかそんな始まり方だった確かな。 BL とか TL とかエロ漫画なんかそういう始まり方の多いよね。あといきなりアクション、例えばバーンって爆破シーンから始まるとか、交通事故ドカーンって車がぶつかったとこから始まるとか、そういうのも何なのっていう風に思わせますよね。そんな風に普通じゃない状況とか一番見た
いであろう肝のシーンから見せるとか、ストーリーの一番衝撃的なところから見せるとか、そんな風にしないと次ページを巡ってもらえないって言ったらいいのかな。漫画のオープニングつかみはね、4ページ目までが勝負っていう風に言う人が多いです。4ページ目までに読者の心をつかめと。それはもちろん主人公でですよ。主人公の何かのアクションでつかむ。じゃないと5ページ目まで読んでもつまんなかったら、もう読者はパラ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 ってもう他の漫画巡っちゃう。ウェブだったらもう消して違う漫画の立ち読みできるところに行っちゃうとか、4ページ目までが勝負っていうの言われてます。だから4ページ目までにこの主人公を追いかけたい、この主人公のドラマが見たい、この主人公一体どうなるのっていう風につかませる必要があります。だから漫画のオープニングってすごい大事。4ページ目までが勝負ね。4ページ。それまでに興味を持ってもらうこと。じゃないとその後の漫画20ページ30ページ続けて読んでくれないっていうことです。漫画描いてるのに一生懸命投稿とか持ち込みしてるのに全然賞に引っかからないとか、担当編集者がついてせっかくよしやるぞって思ってネーム書いてるのに全然ネームが通らないっていう人は、もしかしたらオープニングのつかみが弱いのかもしれません。オープニングが良かったらその後読みたいと思うからね。なので自分が書いてる漫画の最初の4ページ目まで1234、そこまでを確認してみてください。読者が読みたい、この主人公どうなるの、気になるってなってるかどうか、そこを意識して客観的に見てみると、自分の漫画つかみ全然ダメだったわとか気がつくかもしれません。このオープニングのつかみが OK、 これだけでもかなりプロっぽく見えるんで、最初の4ページ4枚こだわってみてください。あなたの漫画はもっと面白くなりますよ。漫画原稿を書くヒントにしてください。僕はこのチャンネルで皆さんの漫画の描き方のヒントになることを配信しています。週刊連載をやった僕しか話せない体験談などを配信しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。漫画制作やプロデビューの個別相談も受けていますので、概要欄にある LINE の友達追加もよろしくお願いします。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。